小太郎さん、こんばんは。早いですね。ありがとうございます。今日も暑いです。今日コメントもありがとうございました。小太郎さんだとは思いませんでした。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。大慌てになっちゃった。少々お待ちください。小太郎さんいるかなあ、ナバルさん、こんばんは。いつもありがとうございます。小太郎さんも、ナバルさんもだけど、寝てました、昨日。本当に睡眠チャンネルになっちゃいますね、うちのチャンネルね。みんな寝に来てるんじゃないかぐらいの勢いで。ありがとうございます。今日も暑いです。雨が降りません。全く雨なしです。全然雨が降らないからね。でもね、今日なんか寝てる間に小太郎さん寝てる間にもしかしたらもうみんなで寝るチャンネルとか、太郎さん寝るチャンネル、その寝るチャンネルって今いいか、寝るチャンネルでもいいよね。心地よくなってくれればいいかもしれないです。今日寝てる間に雨降ったかもしれないなと思うんですけど、なんかちょっと濡れてたんですよ、テラスが。だからもしかしたら雨が降ったかもしれちょろっと降ったかもしれないなと思うんですけど、ナバルさんも寝てるんだ、やっぱりやっぱり寝てるっていう感じなのね。そっか、もう声があんまり聞こえないからかな。こちら千葉県は一日中雨で寒いです。あら、小太郎さん、千葉県なんだ。雨ですか。雨いいですね。雨全然降らないですよ、本当に。寒い。今の何月だっけ。5月6月にもうなろうという時で寒い。わあ、そうなんだ。雨降ってるからっていうのもあるんだろうけど、でもなんか日本もね、最近夏はめちゃくちゃ暑い状態になってるでしょ。サイパンより暑いよね。サイパンはだいたい、今の時期がなんかちょっとおかしい感じで暑いけど、夏になってても27度とか8度ぐらいな気がするんだよね。なんかほんとね、ここ2ヶ月ぐらいちょっと全然雨降んないからちょっとおかしいです。今夜は起きとるってありがとうございます。起きてていただける、起きられるだけ起きててください。頑張ってください、いつも知らない間に多分寝てるんだろうと思うから、つけっぱなしで寝てくれるとまたそれもそれでありがたいです。それはそれで本当暑いなんで、全然雷と雨が降るっていう予報が
出てたんですよこの間。だけど昨日かな一昨日かな、出てたんですけど、全くそんな雷ちょこっとその日になったぐらいで、それからは晴天、全然雨なんか降らないですね。本当に暑いです。今日もねガラバンに行ってきたんですけど、夜のガラパンちょっと見てきたんですけど、全く人歩いてないんですよ。ローカルの人もあんまりいないっていう感じで、ちょっとねあんなにいないものかなっていう感じがしましたね。金曜日の夜なんですけどね、時間早かったのかな、早いのかな、もっと遅い時間なら人が出てるのかもしれないけど、全然いないっていう感じでしたね。日本から飛行機が飛んでるのも変な曜日ですよね、確か。かもかなんか変な曜日なんですよね。変な曜日で飛行機が飛んでるから、なんか日本からサイパンにも来づらいっていうのもあるし、あれですよね、時間が本当に変な感じだから来にくいですよね、本当に。あれ私これおかしくなってる？今日のサムネイルとあれが違ってる？もしかして小太郎さん、火木日、あ、そうそうそう、そんな感じ。変ですよねこの曜日ね。火曜日、木曜日、日曜日っていう飛んでくる曜日がおかしいですよね。なんかちょっと私のあれこれちゃんと今日のあれになってる？どういうこと？ちょっと待ってくださいね。あれなのでなるさんはあさってだ。なるさん今日飛んでってんじゃないかな。なるさん今日飛んでるはずですけど、多分今夜飛んでるはずなんですけど、火木日、今日何曜日？金曜日で、帰りの便も変な曜日ですよね。帰りの便が火木日が日本から飛んできてるから、帰りが月水金とかなのかな。羽田発か。羽田発のサイパン便なんかないでしょ。羽田発のサイパン便ないですよね、確か。羽田発のサイパン便はないと思うから、なんかグアム経由ですよ確か、なるさん。そして今日飛んでるはずっていうだけで不確かだけど、今日か明日か明後日かな。明後日かな。直行便だとすると明後日になっちゃいますよね。
まるまるもりもりさん、こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。火曜日、木曜日、日曜日、金、今日飛んでるはずだと思うんですよ、多分。来なければ今日ですよね。今日の10時ぐらいに成田を出発するグアム便。なんかね、本人もね、便とかね、日程を取ってくれるのはお友達らしいんですよ。やることの提案は自分らしいんですけど、でも提案がかなり却下されてるみたいですね。マニャガハ島と荷物は、あとホテルはね、やっぱいいところっていうことで決まったらしいですね。ホテルはね、なんか海沿いじゃないと行った気にならないっていうことで、海沿いのホテルに決まったらしいですよ。一番ホテルが楽しみだっただと言ってましたから、20代の子にしてはなんか珍しいなっていう感じの感覚ですけど、今日ね、ちょっと待ってね、なるさんが参加ないからガム経由かね。なるさん来ないもんね。はっきりしたね日にちは聞いてないんですよ。でも今日だと思われるっていう感じかな。今日ね、マンゴーいただきました。今年初マンゴーですね。マンゴーちっちゃいのから大きいのまで早速さっきいただいて美味しかったです。今年少ないって言ってたから、マンゴーがだから来ないかなと思ってたんですけど、これ小さい方のマンゴーなんですよね。大きい丸々とした感じのマンゴーじゃないんですけど、美味しかった。こんなにたくさんあるからね、当分毎日食べれるなって感じなんですけどシャーベットにねするとすごく美味しいんで、またシャーベット作ろうかなとは思ってるんですけど、夜ちょっと食べるのに美味しいんですよ、マンゴー。あれ、なんか飛んでる。ありがとうございます。小太郎さんかな。ナバルさんは触ったら触んないからな、そんなに。もう一回入れるとそのまま触んないタイプなんで。あとね、今日ねこれいただきました。ちまきをいただいて、今日のディナーはちまきです。でっかいんですよこれ。めちゃくちゃ大きくて、ちまきって知ってました？なんか中国が発祥なんですって。私知らなくて日本が発祥だと思ってたんですけど、中国が発祥で、なんか無病息災みたいな意味があって、今日あれ明日かな、明日食べなきゃいけないみたいな風習があるらしいんですよ。で、これ何の皮で包まれてんのかな、サイパンだと。何の皮だ、バナナなのかなちゃんと綺麗に包まれてるんですけど、すごい大きくて、1個がお茶碗1杯分ぐらいは楽にあるかなっていう感じのちまきですね。ちょっとね、日本とはやっぱちょっと味が違うかなとは思うんですけど、
でもおいしかったです。ちょっとね1個でお腹結構いっぱいになっちゃう、もち米なんでお腹いっぱいになっちゃうんですけど、なんかね中国の人のストーリーがあるみたいなんですよ、このちまきを明日食べなきゃいけないっていう。それでね従業員やお友達とかにあげるんだって言って、すごい数がありましたね。ね、私もお裾分けをいただいて、今日だからちょっと作らないで済んじゃいましたね、ご飯をね。ご飯作るのとかめんどくさいんで、夜を今日遅くなっちゃったから帰ってくるのが、だからちょうど良かったんですけど、帰ってきてから作ってたらYouTube の配信はまず間に合わないんで、美味しかったですね。でもこういうちまきがなんか日本発祥だと思い込んでいたんで中国発祥なんですって。マイク入ってるよね、これ入ってるよね知らなかったです。なんかね川で亡くなったとかなんか説明受けたけどよく分かんなかったんで、後でねちまきの由来興味のある人は調べてみてください。素手で作ってないです。手袋で作ってました。見ました小太郎さん、そう私もねちょっとドキッとしたんだけど、作ってるとこ見て手袋してました、ビニールの。なんか素手で作ってると考えちゃったらもう食べれなくなっちゃうから、いただけなくなっちゃうんだけど、ちゃんとビニールの手袋してましたね。意外と美味しい。日本だとなんかなんだろう、鶏肉とお醤油の味で鶏肉とひじきとかが入ってるイメージだったんだけど、これは小豆とかが入ってるのかな、小豆かな、あれ小豆とかも入ってて五穀米みたいな状態になってて、なんか健康にほんと良さそう。さすがに無病息災っていうの、そういうのを願ってっていう感じの食べ物でしたね。やっぱり中国由来のものって多いんですね、日本ってね歴史からしてそうですよね。でこれをちょっと今日は食べて、このね皮がね葉っぱが何なんだかよくわかんないんですよ、私。葉っぱがねこれこれじゃわかんないか。葉っぱが何でできてんのかがね、バナナかな、サイパンじゃ、日本だと何の葉っぱなんだろう、あれバナナのかな、バナナぐらいしかないですよね、こっちで言ったら。サイパンで言ったら他になんか使えるようなこんな大きい葉っぱあったかなと思って、器用にねでもちゃんと作ってあるんで、ちょっとねサイパンでちまき売ってるんだと思ってちょっとびっくりしました。ちまき作ってるんだって感じで、今日はこれでご飯を食べちゃいましたね。本当お腹いっぱいになっちゃうんで。でね、今日の新聞でね出てたのが、またやってますよね、なんだっけ、スティーブルコイン。もうね実際の話、このスティーブルコインは今もう販売されたっていう状態らしいんですけど、
まあ、出てますよどうぞっていう状態ではいるんだけど、このコインって実際あの題名にもついてるように島からは出られない、島から外に出したところでもうただのゲームコインっていう状態なんですよ。結局はね、アメリカが認めたものではないっていう状態なのと、あとアメリカの法律が今出来上がるんですよね。出来上がるかもしれない。2つ法案が出てて、本土の人が法案を2つ出してるんですよ。法案をなんかね、どこだっけな、なんていう法案だったっけな。なるさんつくかな、まるまるもりもりさん、なるさんつくかな。なるさんね、どうでしょうね。もし飛んでれば今日飛ぶとしたら、もうそろそろ飛行機に乗る時間ですよね。グアム経由でも多分成田からこのくらいの時間ですよね。多分9時とか10時とかじゃなかったかな、多分きっとそう思うんですけど、9時、日本からサイパン便が9時50分とか、違うかな。小太郎さん、サイパン便は火木日で何時頃飛ぶんですか？これ夜着くんですよね。中途半端な時間に飛ぶんですよね。夕方だっけ、5時ぐらい、会社が終わってから飛行場に行くっていう時間でもないんですよね。会社5時6時に終わって成田まで1時間2時間かけて行って間に合う時間でもないんですよね、確かね。その日も休まなきゃいけないっていう時間に成田から飛ぶんですよね、確か。違ったかな、忘れちゃった。前に見て変な時間だなと思ったのが印象的だったんですけど、でね、テニアンのそのステーブルコインっていうのがまた今日も司法長官がまた新聞でなんか言ってたんですよ。早く言ってしまえば反対派みたいな感じ、警鐘を鳴らしてる感じだったんですよね。でそのテニアンのコインっていうのが MUSD っていうコインなんですけど、一応北マリアナ共和国じゃないわ北マリアナ諸島でのテニアンが出したステーブルコイン、ドルと連動って言ってるんですけど、でブロックチェーン技術をね使ってオンラインカジノでこれから発展させていこうというものなんですけどね、実際にもう売ってるっていう話なんですよね。でどうやって買えるのって、ウェブサイトからウォレット接続で購入ができるらしいんですけど、購入したところでまだどこでも使えない。で発行するには本当は裏付けのお金だから、テニアン島にはこれだけステーブルコインを1対1でドルを持ってますよっていう裏付けがあるって言ってるけど、完全には立証されてなくてまだ不透明だから、アメリカからのチェックは入ってないから
まああるよって言ってて、もしかしたらないっていう状態なのかもしれないから、本当にトークンと同じ状態、今のところだからトークンと同じ状態なんだけど、でもサイパンの議員さん、ちょっと偉い議員さんとかも一応宣伝をしてたんですよ、昨日一昨日で。今日は司法長官がまた懸念を発してて、通貨に似たものを発行するのはアメリカ合衆国の憲法違反だとか言って、結構強いこと言ってるなと思って。で、通貨は連邦政府の独占的権限、州や準州が勝手にやるのは原則 NG。 この件については正式な調査を行うって言って発表したんですよ。今日だよね、今日の新聞だと思うんですけど、司法長官がそう発表した。この人が初めその法案ができた、法律がテニアンでできた時に、この人と知事が待ったを入れたんですよね、一回ね。でその法案が立ち消えになったんだけど、またもや復活っていう感じで復活しちゃったでしょ。でそこにまた言及をしてるわけですよね。だからこれがもうサイパンなりのもう絵が描かれてて、お前ら賛成して売れよ、で俺たち止めるからさって言って、もしそういう状態で絵が描かれてるとしたらすごいことだと思うんだけど、俺たち止めるからさって、もしアメリカが2つの法案できちゃった時、俺たちは止めたんですよって言えるじゃんみたいな絵が描いてあったとしたら、何？ちょっとお待ちください。何どうしたの？すいませんあ、ちまき出しっぱなしだった。ごめんなさい。ちまき出しっぱなしでしたね。もしそんな絵が描かれてるとしたらすっごいことだと思うけど、本当にこの司法長官が待ったっていうか警鐘を鳴らしてるんだったら、またちょっとはサイパンまだ見込みあるのかなとかも思えるんですけどね。法的根拠が曖昧すぎるって言ってましたね。準州である、準州でもないんだけど、コモンウェルスが勝手にコイン出すことは政治的リスクや外交的摩擦を招く可能性もあると知事が言ってましたね。公の声明で慎重な検討が必要としてるって、完全な賛成ではないって知事と司法長官はそう言ってるんですよ。これが本当だとしたら、ちょっとはサイパン見込みあるのかなとも思うんですけど、絵だとも考えられる。でなんでそんなねご了承してんのか、テニアンの人たちが。24年になんかね法案が2つできて、それに対してあと2005年に2025年に今年になってトランプさんがまずスティーブルコインをやれって言ったのがまず原因っていうか後押しみたいな感じ。どこでもそういうのやればいいんだって。あれ多分
自分のコイン出したでしょ。それのあれだと思うんですけどね。トランプコインのあれでそういう話を言ったんじゃないかなと思うんですけど、でテニャンの議員さんたちは地方政府が独自の財源を持たなければ生き残れないっていう状態で、それをご了承してるらしいんですけどね。みんなどう思います？これ買うがあった出てもう出たんだけど買いたいと思います？こんなの裏付けもないようないくらね枚数が限られてるかもしれないとかって言ったりしてるんですよ。だけどなんて言うんだっけ、こういうの限定販売状態を作ろうとはしているらしいんですけど、サイパンダコインね、トークンで1枚記念にあれば十分だって感じですよね。だから知事がこれ拒否権を出したんですけど、議会が上書きして成立させたものなんですけど、今日もまたそういう風に司法長官が言ってるから、なんかどっちが本当かなって思うんですよね。実際これは今のところテイスト・オブ・マリアナのコインと同じで、テニャン島から出たくても出られないようなコインなんですよね。なんでこんなにご了承してんのかなって絡んでる人たちがね、ちょっとねどういう感じなのかなって、絡んでる人たちネットで調べるとすぐ出てくるんですけど、まずね、発行には連邦の登録が必要なんですけど、まだそれがね登録されていないっていう状態だし、今月じゃない、2個の法案がだからアメリカで出されてるのが、もしアメリカ本土の2個の法案が通ってしまうと、このスティーブルコインまず使えない状態になるんですよ。連邦法に引っかかっちゃうからでも売り出してるっていう感じなんで、ちょっとね何がしたいのかいまいち本当にわからないなっていう状態にいるんですよね。だからサイパン自体を危なくしたいって危なくなるかもしれないっていうのももちろんあるし、大体がテニアンにそこまで財源が今持ってるのっていうのもちょっと不思議なところだしね。どこにそんなお金があんのかなって。銀行をね使って、アメリカの銀行を使って取引をギャンブルのお金だとしたらしちゃいけないっていうアメリカの法律があって、そこにまず触れちゃうっていうのが一つの問題でもあるし、それを回避するためにスティーブルコインを作ってるんだけど、認められてなければどうにもならないっていうことですよね。例えば出金ゼロの人がこれから今日銀行に私銀行になるわって言い出してね、私が銀行になるわって言い出してさ、お金ないのにで1ドルとこの紙が1ドルと同じ価値あるから買ってねっていうのと同じようなことだから、どうやっても信用できないでしょ、その紙を。裏付けがされてないものを1ドルで買うわけにはいかないと思うから、
なんでこんなことを本当にねご利用ししてんのかが本当によくわかんないんだよね。でその会社とかをやってる人たちもアメリカ本土の方から来た元芸能人元芸能人なのかな、テレビマンだっていう人で、とにかくテニアンとかサイパンの法律自体が緩いから、いろんなとこでそういうカジノとかそういうスティーブルコインとかに関するような法律が弱いから、そういう場所に来たんだと思われるんですけどね、そんなことないのかな。そういう風に感じる。昔やっぱりサイパンってビザが結構簡単な方だったんですよ。日本から近くて、でドルを使ってるところでアメリカビザだったら結構いろんな手続きが必要だけど、サイパンだと意外と簡単だっていうことで、結構サイパンに投資する人とかもみんないっぱいいたじゃないですか。それと同じようなことが今起きてるんですよね。今はねアメリカの一部になったんでビザはかなり難しくなってきましたけど、今まだこのサイパン内で働けるビザっていうのが特別にアメリカから降りてるのがあって、 CW っていうのが降りてるんですけど、それも2029年に一応撤廃っていう話にはなってるんですけどね。それもどうなるか。撤廃にされちゃったら今度働く人いなくなっちゃうよって、サイパンには誰もね、それこそ昨日お話に出てたベッドメイキング、もっとあんないいホテルでねダメだって言ってたでしょ、姉さんがボロボロだって、全然ダメだよって、交換もされてないとかって言ってたわけだから、もっと人がいなくなればもっとそういうことが出てくるかもしれないから、本当にね、もうちょっとどうすんだろう。でも人が働けなくなって2029年にビザがもし本当になくなっちゃったら、フィリピンの人とか中国の人とか、もう韓国の人ももちろん、日本の人ももちろんだけど、まだ同盟っていうことがあるから日本人はビザが取りやすいと思うんですけど、働くビザ、他の国々の人はねもっと取りにくくなっちゃうってことになっちゃったら、本当働く人いなくなっちゃって、これ以上人口減少しちゃったら、昨日の知事の発言だと5万人ぐらいいるって言ってたんですけど、そんなに絶対いないと思うんですよね。子供とか混ぜてもみんなね結構2万人ぐらいじゃないのっていう感じで話してるんで、今日もねマンゴーもらった人と今何人ぐらいいるのって聞いたら、多分2万人とかって言ってたから、2万人じゃないのかなと思うんだけど、どうなのか分かんないけど、でも人が多いとは感じないので、2万人ぐらいじゃないかなって思うんですけどね。これ以上減っちゃったら、ローカルの人なんてほぼほぼホテルとかでなんて働いてくれないだろうし、ますます働き手がいなくなってしまうと、ホテルとかそういう関係の仕事は人手がね、それこそコンストラクションとかね、
工事とか建設業の人とか、そういう人とかも他の国の人の方が多いわけだから、フィリピンとか中国の人の方が多いから、ローカルの人であんまりそういう人って聞かないから、何にも立たなくなっちゃうんじゃないのって思うし、中国の人の知ってます？なんだっけ、セメントの、その人が特別なのかもしれないけど、すっごいセメントのあれが上手なんですよね。もうね、フィリピンの人とかは結構なんか見よう見まねでどっかで覚えてきたのっていう感じなんですけど、うちなんかもお風呂を作った時に、お風呂場のとこを作った時にフィリピン人に頼んだんですけど、ぼったくられたは水とかパイプとか結構適当で、今じゃ雨漏りするんですよ、そこの一部。大雨降るともう結構ね、いい加減な人が多いんですよ。見た目はいいんだけど中身ダメって感じ。中のパイプとかのそういう作業とかが結構いい加減なんですけど、中国の人のセメントの、この間ちょっとじーっと見ちゃってたんですけど、作ってるところを、うちじゃないんだけど、すごい上手で、なんかすごい器用なんですよね。何人かいたんですけど、その人たちみんなすごい器用で、セメントのやり方がああいうのすごいなと思ったんですけどね。中国の人結構器用なのね。フィリピンの人より器用かもしれないなと思いましたね、ああいうところ。で、だからこのテニアンのスティーブルコインは裏付けがないし、登録もしてない、公開もしてないので、今まだアメリカ全体の中で違法とか、無効とかされる可能性の方が極めて高い状態にあるんだよね。だから紙幣を勝手に印刷してる町内会みたいな状態、そんな状態が通用しなくなるかもしれないっていうことなんだよね。結構ゴリ押しでこう来てはいるんだけど、どうなのかな。アメリカの法案待ちなのかもしれないし、法案が2つとも通っちゃうと、結構今すぐ違法なわけじゃないんだけど、全然。でもほら、結局は村の中でしか使えないっていう状態にあるから。で、コメントとかいろいろ見てると、やっぱりもうやめなよっていう声のが多いんですよね。それか、そんなコインできたの知らないっていう人のが多いんですよ。知らないっていう人のが多いかな。何それっていう。今日も話してて、スティーブルコインの話知ってるって聞いたら、何それ知らないって言って、オンラインカジノができるんだよテニアンにって言ったら、知らないそんなのっていう人の方が多くて、あら結構知らないのねって、毎日新聞に載ってるよって言って話をしてたんだけど、毎日議員さんはやるって言ってて、誰かしらが止めに入ってる感じの絵図ができてるよ毎日っていう話をしてたんだけど、結構半分ぐらい知らないし無関心の人のが多かった。でもこんな状態でね、もし本当に通ったらすごいものだけど、通らなかった時に
リスクを抱えたままやってしまうとね、その銀行っていうのがストップされちゃうとみんなに迷惑かかるじゃん。それが一番怖いよねっていう話だよね。あ、ごめんなさい、まるまるさん、まるまるもりもりさん、買いたくないって言ってたのね。すいません、買いたくない。まあね、裏付けないもの買えないよね。買いたくないっていう、そうだよね、買いたくない。切っちゃった、私。切れた今。うわ、ちょっと待ってね、これ切れた。うわ、どっから戻るの私これ。うわ、ごめんなさい、ちょっと待ってね。あ、どうしよう、消しちゃったんだけど、どっから戻ればいいのこれ。どっから戻ればいいんだろう私これ。ライブ配信から戻れる？いや、戻れない。どうすればいいんだろう。これ繋がってんのかな。いや、またやっちゃった。これを押せばいける？から戻れる？違う、戻れない。あれ、どうしたの？うわ、どうしようこれ。いや、参ったな。YouTube のチャット画面っていうか YouTube 自体のどうやって戻んのこれ。作成、ライブ配信開始。こっから戻れるかな。戻れた。戻れたかな。戻れてるかな。戻れてるけどなじゃない、戻れてるかなだよ。あれ、ちょっと待って。コメントも何にも見えなくなっちゃったよ。どうしたのこれ。どうすればいいんだろう。これ切れてます？切れてない？ちょっと、うわー、参った。これを YouTube スタジオを押すじゃん。押すでしょ。 YouTube スタジオを押してOBS はつながったままだけど、いや、ごめんなさい、どうなってんのこれ。一回閉め YouTube しか開かないんだけど、どうしたらいいかな。どうすればいいのこれって。どうすればいいんだろう。終わっちゃってない？携帯で見てみればいいのか。つながってる？これつながってる？つながってる？これってどうなってる？配信がライブ配信にはなってる。自分のチャットが見れないだけだから、つながってるから大丈夫なのかなこれ。どうなってんの？どうなってるこれ。一体全体。携帯で見れた。ナバラさんつながってるよって。つながってる。よかった。
よかった。すいません、バタバタしてます。ガチャガチャいじってたら YouTube の画面が切れちゃって、双子さんも何も言ってくんないなあれ、うねさんもいないし今日、なるさんもいないし今日なるさん飛行機乗ってんのかな。あれれ、ちょっと待って、今携帯で見てる状態。これでいい。あ、もしかしたら戻れそう。これを押す、ライブっていうのを押すと、あ、戻れた。戻れました。すいません、もうどうにもなんなくなりそうすいませんすいません。これで戻れたってことだよね、多分。これで戻れたと思う。戻れた感じです。よかった。すいません、お騒がせしました。ナバルさん、ガチャガチャ眠れんぞすいません、寝てください。もうね、もう YouTube の方の画面を閉じちゃって、で普通に開くと普通に配信されてるページが出ちゃって、チャットのページがいつものように出なくなっちゃってたんで、ちょっと大慌てしちゃいましたね。びっくりした。いつもなんかやってますね、ガチャガチャってね。今日はなんかマンゴーを食べ過ぎてる状態かもしれない。もうマンゴー4つぐらい食べたかな。ちょっとね、いやちょっとこれ焦るわ。すいません、ガチャガチャうるさくて。なんかね、わかんないんですよ、やり方が。本当によくどこを開くとどうなるのかが分かってなくて、お騒がせしちゃってすいません。よし、ちょっと落ち着いた。これはね、今絵に写ってるのは伝統的なカヌーなんですよね。サイパンの手作りなんですって。これね、走ってる場面もあるんで、それは2、3週間前のアーカイブに載ってますから、全編見てみてください。ガチャガチャ眠れんぞってね、ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。ちょっとお水飲みます。ちょっと焦りすぎちゃったな。ナルさん本当にいないな。今日飛んだのかな。来ないね。空港9時50分くらいに出発だと思ったな。もし今日グアム便とか夜9時ぐらいの出発だと思うから。ナバルさんおもろ。ナバルさんね、ナバルさんは配信当初から来ていただいてる
方で多分寝に来てるんですようちのチャンネルに今日聞こえますよね、これね。大丈夫ですよね。大丈夫ですよね。さっき焦った、本当に切れちゃったと思った。これ意外と切れないんですね。閉じちゃっても、ページ閉じちゃってももう一回戻れるんだな。初めて知った。寝るチャンネルではないんですけど、ゆっくり寝るチャンネルじゃないあ、いつも寝てる、すいません。いつも寝ててくれてもね、いつも来てくれるんでね、ありがたいと思ってます。本当に。今日はなるさん多分今飛行機の中乗ってて、あれ、お姉さん来てないね、まだ。小太郎さんがすぐ寝ちゃうからな。小太郎さんも寝るからなまだ時間早いですよ、小太郎さん。多分ここのホテルに泊まるんだろうな、なるさんな。いいホテルですよね、ここも。海沿いのホテルは全部どこもね、いいホテルで、この辺だと、今メインの街っていうのがどこがメインになっちゃってるんだかよくわかんない状態。デューティーフリーがなくなっちゃったから、上店とかね、上店行く人とか、あとなんだっけ ABC とか、あとなんだっけI love サイパン、それぐらいしかない状態なんで、このホテルとかやっぱグランビリオとか、グランビリオだと隣に上店があるからかなり便利なホテルで、ここがここどこ、ここはクラウンプラザだから、すぐそばに ABC があるから、 ABC と目の前にファミマじゃない、コンビニみたいのがある感じだから、そういう面では便利。あとね、アクアの方行くとやっぱりコテージでなんかちょっと違う、この辺とはまた違う特別感がある感じのホテルなんだよね、アクアっていうところは。アクアの前にアクアの前、ビーチのとこに荷物ツアーがあるんだよね。この荷物ツアーはね、ちょっとおすすめですね。本気で荷物が見れるから。このホテルはすごい綺麗なんだけどね、うちの視聴者さんは結構ここに行ってるんですけど、ちょっとね、タオルがベッドメイキングがダメだったって言ってましたね。たまたまかもしんないしね。たまたまが1週間ぐらい続くと嫌になっちゃいますけどね。どうなのかな。なんか喉が痛い。まるまる森さん、森さん、すいません、
俺安ホテル、俺男の方なんですね。じゃあまるまるもりもりさん男の子。サイパンは来たことあるんですかね、まるまるもりもりさんは。まるまるさんでいいかな、ちょっと口が回んなくなってくるの、まるまるもりもりさん。どうなんだろうな。この辺はまだ何も変わりなくですね、ガラパンのこの辺は。結構ね、うちのチャンネルリピーターさんとか多いんで、なるさんなんかはまだ今回来るので2回目に、今多分空を飛んでるんじゃないかと思われるんですけど、まるまるもりもりさん6回くらい、結構十分リピーターのうち入りますよね。喉痛い。ちょっと待ってください、お水飲みます。ダメだ、喉が痛いです。なんかね、もしねサイパンのことで質問があったら、質問でも何でも話して、コメント入れてください。小太郎さんとか、今日まだ現れてないけどいるかな、潜ってるかな、姉さん潜ってる姉さんとかね、深夜さんとか何でも答えられる人がいるんで聞いてみてください。私があんまり分かんないんですけどね、これね、今テイスト・オブ・マリアナっていうのをやってるんですけど、明日かな、明日最終日でトークン使うんですよね。トークン使ってお買い物、これね、もう評判悪い、このトークン使うの。サイボンコこんばんは。サイボンコさんこんばんはです。サイボンコっていうのかな、こんばんは。そのちっちゃい文字、そのちっちゃい文字、怪しいな、怪しいちょっとごめんなさい、私ちょっと一人で壺に入っちゃったすいません。サイボンコさん、なんかね、質問あったら小太郎さんとか分かる人が、まるまるもりもりさんも、まるまるもりもりさん、まるまるさんでいいですかね。ちょっと口が回らない、本当に。まるもりさん、まるもりさん、まるもりさんでいいですかね。口が回らないです。まるもりさん、ちょっと口が回らないんですけど、6回ぐらい来てらっしゃる方だとね、十分リピーターだと思うんで、もしね分かんないことみたいなことあったらコメントでどんどん書いてください本当に口回んない。丸森さん、
って呼ばせていただこうかな。本当にすいません。明日ね、本当ラストだと思うんですよ、多分。テイストオブマリアナ5月中だけだと思うんですけど、多分ね、確実ではないですけど。ご飯がね、食事とかがね、結構やっぱ高くなってる。まあ昔のしか知らないんで、10年前ぐらいのしか知らないんで、もともとが、私自体がその頃って5ドルぐらいで3つとか4つのお食事をこう選べたりしてたと思うんですよ。それがね、今ね10ドル超え。金八さんなんか比較的リーズナブルだったと思った。10ドルぐらい、10ドルとか10ドル以下のもので値段を抑えてる感じが見られたんで、他のとこでね結構いい値段ばっかりしてたんで、ちょっとびっくりしましたね。にゃーにゃー。うちの猫がねちょっと盛りついちゃってるみたいで、ここ数日うなってばっかりいるんで、今もうなってますね。うちの子はね結構自由奔放に暮らしてるんで、私もあんまりちょっかいかけないんで、お外のことね窓越しにこうなんかうにゃうにゃ言ってます。にゃにゃにゃうるさい。お外に猫が来ると大変なことになってるんで、うちの子はね自由奔放なんですけど、家の中だけ自由奔放で外には出さないんで、サイボンコさんメッセージが撤回されました。これ怪しいでしょ、怪しいでしょこれ絶対。まるまるもりもりさん、良い。何が良かったんだろう、何が良かったんだろう。なんか今日おかしなことになってるよ。サイボンコさん、メッセージが撤回されちゃいましたけど大丈夫ですか？他のメッセージ入れてみてください。なんかね今日もガソリンがまた上がってましたね。今日かな、昨日か。ガソリンがまた上がってたなと思ったんですよね。20ドル入れて、この時いくらだ、同じかな。20ドル入れてやっぱり4ガロン入らなかったんで上がってますね、値段がね。私ね3ドルぐらいで、3ドルぐらい、昔ね1ガロンが3ドルぐらいだったような気がするんですけどね、ちょっとよく覚えてないけど。サイボンコさんコメントどんどんしてくださいね。うねさんどこへ潜ってる？潜ってないのかな。小太郎さん寝ちゃいました？にゃーにゃーいないよ誰も。何の話してたっけ。もうなんか YouTube のこの画面の設定で大慌てしちゃって、コメント欄が見えなくなっちゃって大慌てしちゃったんですけど、あれいいんだよね、大
丈夫ですよね。なぜバレるうねお姉さんもおかしすぎる、本当にもうやっぱりこんばんは、お姉さんこんばんは。バレる、もうね、もうおかしくてもう笑いが止まんない、どうしようおかしいもうね、もうバレバレ、そのちっちゃい文字で入れてきたのでもうバレバレ、ずっといるわよずっといてくれたんですね。ありがとうございます、皆さん。じゃあさっきYouTube 切れちゃったっていうか、なんか私がなんか画面切っちゃった時もいてくれたのかな、もしかして。ちまきからいました？バタバタしてる時から、マンゴーからはいなかったのかな。マンゴー、今日マンゴーをもらった写真とか出してたんですよ、さっきマンゴーいただいて、ちまきいただいてって、今日はちまきを食べて夜ご飯にしちゃいましたね。テイストオブマニアナがだから明日最後だと思うんで、まあ見てみたい人は、サイパンにもしいる人は行ってみてください。それとね、全然話は違うんだけど、ドコモで今、契約するとアンリミテッド、マンゴーを食べ過ぎたぐらいから食べ過ぎたぐらいから言ってくれたんですね。ありがとうございます、皆さん。今ね、ドコモを契約するとアンリミテッドで家のインターネットも、携帯のインターネットもアンリミテッドで100ドルぐらいだって言ってましたね。なんかすごい安いんですよ、ドコモ。IT&E より全然安いで、契約すると今iPhone16 がもらえて、あと iPad がもらえるんだって。なんか超お得じゃないですか。2年契約っていう大体縛りがあるんですよ、あれって契約するのに。で、私もね、ドコモにね、それ聞いたらドコモにやっぱり変えたくなるんですけど、ちょっと契約がまだ残ってるから変えられないんじゃないかという。でもね、4050ドル安いんですよね、ドコモの方が。ドコモって日本の会社ですよね、もともと。多分ドコモって海外から日本に来たんじゃないですよね、あれ。もともと日本の会社ですよね。ねえ、うねさん、ドコモやるなぁですよね。 iPhone16 って結構高いんじゃないのかなと思うんだけど、もらえるんだって。 iPhone16 と iPad もらえるんだって。そんでね、月々が100ドルって安いよね。何それと思って。日本電電、ドコモってそうなの？もともとがそれ？うわー、すごいね。で、ドコモのがなんか早いらしいって言ってた。日本電電なの？もともとが。ちょっと
なんかiPhone もらえるっていいよね。でもだいたい私最近使ってるのがずっとサムソンにしちゃったんで、サムソンのなんだっけ、ギャラクシーっていうんだよね、これね。ギャラクシーにしちゃったんで、また iPhone に戻すとなったら iPhone 多分ね20年ぐらい使って。 NTT なの？ドコモ？知らなかった。NTT なんだ。 NTT ってまだあるよね。あまるばるもりもりさん、いや口が回んない。これまるもりもりさん、 iPhone いいな。 NTT なの？知らなかった。 iPhone いいですよね。 iPhone16 って新しい方ですよね、多分。今いくつが出てるのか知らないんだけど、 iPhone のみんな、うねさんとか iPhone 派ですよね、確か。NTT ドコモでしょ。あ、そうなんだ。知らなかった。 NTT ドコモなの？知らなかった。全然知らない。本当に？ちょっと本当。あれ、私さっき今さっき携帯どこ置いちゃったんだろう。あれれれれ、どこ置いちゃった、携帯。今さっきパッて置いたのに、どっか見つからない。まあ後でにしよう。NTT ドコモなの？わあ、知らなかったな。そっか、ドコモやるよね。でもね、iPhone16 つけて、何や iPad っていうのも使ったことないから分かんないんだけど、ちょっと便利もんなんでしょう。姉さん、うちのドアホンは iPhone です。何ドアホンが iPhone って。 iPhone っていう名称なのかな、ドアホンが。うちのドアホンはなんか、うねさんちなんかハイスペックにしてあるからな、いろんなものが。分かんないよな。なんか本当に iPhone が iPhone じゃなくて iPhone っていうのがあるのかな。 iPhone っていうのがあるのかな。 iPhone まあどっちでもいいか、iPhone がフォン、いや、わかんない。お姉さんちはでもね、ハイスペックにしてあるからね、あっちこっちから USB 取れるんでしょ。うちはね、うちは USB 取れるのなんてパソコンぐらいしかないし、ググりたくて今携帯探したんだけど、携帯が周りにない、どっかに置いちゃったみたい。私パッてさっき Google に聞こうと思ったのに。 Google 便利だよね、そういうので言うと。でも Google もさ、2003年ぐらいの知識なのかな。2023年の知識なのかな。だからね、結構嘘つくんだよね。知
知識が遅れてるから、今の大統領はバイデンさんになっちゃうし、日本の首相は岸田首相になっちゃうし、だからね、どこまで本当のことを教えてくれてるのかね、分かんないんだよね、実際。そういうちょっと危うい面がある。でもうねさんは本当に違う名前で入ってきてもバレるね。本当にバレるね。iPhone いいなって。 iPhone なんだ。もらえんのはいいよね、ただでね。ちょっとなんかお得感満載なんだけど、2年縛りっていう縛りがあって、その縛りの前にやめちゃうと違約金みたいのが発生するらしいから、私も確か来月ぐらいまでインターネットなんか嘘ばかりだよってうねさんそこまで言っちゃう。そこまで言っちゃうねさん。ね、もう今ね、でもインターネットがないとね、ほんと情報なんか、昔なんか本当にちょい15年20年前ぐらいまでは本当にサイパンなんか20年も経たないのかな、ダイヤルトーンだったからね、インターネットつなぐのに。まだうちは 4G でしょ。で昨日なんかちょっと本当にびっくりしたけど、知事がうちとかはうちやオフィスは光がつながってるからって言ってたから、光がつながってんのと思ったんだけど、なんで私たちは 4G なのと思って。でこれね、契約してんのね 5G なはずなんだよね。それを言われてって私ってなんだろうと思ったら 4G って書いてあったから、 5G で契約してんのになんで 4G なんだろうと思って、ちょっとでお友達に聞いたら 5G も 4G も変わんないんだよって言ってたから変わんないんだって、そんな速度なんて変わんないよって言ってたから、サイパンだと変わんないらしいんですよ。でね、ドコモはね速いらしいんですよね。速度も150ぐらい出てるって言ってて、今私が使ってる方は YouTube もまともにね、配信も途中で切れちゃったりすることもあるし、グロッと 3G しか繋がらないよ。嘘。ちょっと待って、グロットは 3G があるの？ 3G があること自体がすごくない？ 3G しか繋がらないの？でもだってね、この間ほら、Google のマップで移動しながらオールドバイザシーオールドマンバイザシー、あそこに行こうとしたらほら途中で電波切れちゃって道案内してくれなくなっちゃったからもう行けなかったんだけど、ああやって電波切れちゃうとこいっぱいあるわけだからね、怖いよね。でなんかいきなり何もありませんなんて言われちゃって繋がんなくなっちゃって、下手すると県外この間県外だったからね、あそこ山の上じゃないか、あそこキングフィッシャーのところか、キングフィッシャーに行く途中で県外になっちゃったからね。うねさんも県外を経験してるのね、サイパンで県外を経験してるんだ。
なかなかいないよね、県外を経験してる人、サイパンで。なかなかじゃないけど、まるまるもりもりさん、県外あるんだ、県外あるんですよ、県外。サイパンまだ県外がね、本当にある。実際すぐそこでね、そういう経験ができちゃうところですね。だから本当ガラパンあたりならまだ県外にはなんないんだろうと思うけど、でも観光で来てる人って Wi-Fi をやっぱり日本から持ってくるの？Wi-Fi のルーター持ってこないとサイパンでつなげないんだよね。つなぐとえらいことになるんだよね。つなげないとローミングっていうのって高くなるってことでしょ。どうしてるんだろうみんな。昔お客さんとかがやっぱ Wi-Fi とか持ってきてたな気がするけど、今でもそういうことだよね。うねさん、まるまるも前は成田ルーター借りた、成田ルーター借りた。海外切り替えにしてる。うねさん、何海外切り替えってどういうこと？ルーターどういうこと？海外切り替えって成田でルーター借りたっていうのは借りて持ってきてるってことだよね。ルネさんは海外切り替えにしてるってなんじゃそれ。海外切り替えにするとどえらい料金かかんないで済むってこと？サイパンだとでもどこ行っても例えばフリー Wi-Fi っていうのが飛んでるわけじゃないじゃん。前日の何時から何日のいつまでってやつ。ルーター邪魔だし荷物になんだそれ。何日そういう契約があって、契約の中で Wi-Fi 持ってなくてもルーター持ってなくてもサイパンで日本の契約が使えるってこと？海外パケ放題。なるほど。海外パケ放題。そういう契約するんだ。なるほどね。そういう契約を、そうだね、海外パケ放題っていうの聞いたことある。聞いたことあるわ。ちなみにドコモなんだ。ドコモ海外パケ放題ってあるわ。聞いたことある。まるまるもりもりさん、若者うねさん、多分若者ではないと思う。台数あるならルーターのがお得かな。台数あるならルーターのがお得。海外パケ放題ってなんか5日間とかで1000円とか1500円とか払うとパケ放題ってやつだよね、確かね。
ああ、それがいいよね。皆さん、私は24歳。24歳なの。これは私は何か言っていいの、お姉さん。ちなみにまるまるもりもりさん、うねさんは結構古い歌も知ってますよ。古い人も知ってます。かなり昭和チックなこと知ってますよ。ちなみのお話ですけどね。でうねさんは結構ほんと知ってるよね、そういう海外パケ放題とこういうのね、使いこなしてる人だよね。通話もあるから5000円ぐらいだって。あ、通話もパケ放題ができるの。通話もし放題ができるんだ。海外から。それは初聞き。それは知らなかった。そんな海外でも話しても放題だったらお得感ありだけど、5000円か。5000円は結構するね。知らずに繋いじゃってた、知らずにインターネットつながっちゃってたって、普通につながって、サイパン初心者ですサイパン初心者って、じゃあどこまでが初心者になっちゃうの。じゃあ何百回来なきゃいけなくなっちゃうじゃんそしたらね、姉さんとかに丸森さんでいいかな、もう口が回んない丸森さん、もしね聞きたいこととかあったらうねさんに聞いてください。通話も縛りがあったような。あ、通話は縛りがあったような。だよね。結構だって縛りないと。インターネットはこうどっちもどっちか。ネットはこうサイパンとかに日本の携帯とか持ってくると、だいたいサイパンドコモにつながったりするじゃない。サイパンドコモを拾ってあれするけど、通話はねまた別物だよね、あれきっとね。でもそういうのがあるんだね、知らなかった。そうだ、海外パケ放題っていうのがあるんだ、今の時代は。昔ねそういうのがない時代にもうえらいことになったことがあるもんね。日本の携帯で海外でメールとかなんか受け取っちゃってえらい目にあったことがあるな。請求がなんか20万とか来ちゃったことがあって、お姉さんだから LINE 通話は平均って。ああそうだよね、 LINE は結局ネットだもんね、ネット縛りだからね。今時は本当にね LINE とか WhatsApp とか便利なものが本当にできてくれたからね、楽になったけど、でも今もう実際日本からサイパンにショートメールとか送られちゃうと50セントかかっちゃうのよ、受け取る方が。送ってもこっちサイパンから送るとこっちからでもショートメール送ると50セントかかるんだけど、もうね昔はだからもっとひどい時は電話を受け取ってもお金かかってたし、マイミクお願いします懐かしすぎるよね。ミクシーって多分20年ぐらい前の話だよね、マイミクね。ミクシーね、
たよね。Facebook が廃れないのはね、ミクシーより前ぐらいからあったよね。 Facebook って同じような時代からあったよね、確かね。 Facebook って廃れないよね、未だに。ちょっと待ってね、ちょっと待っててください。少々お待ちください。ちょっと待ってね。ねねがなんかこぼした。ちょっと待ってて。何やったあれ。少々お待ちください。すいません、お待たせしました。いや、ちょっとね、部屋のドアを開けたらめちゃくちゃ暑いんだけど、もう熱気がすごい。もう部屋の中は、自分の部屋の中はエアコンかけてるから、朝日マッサージのお姉さんとスカイプでしたな。スカイプね、スカイプの時代ね。今にゃーにゃー、すいません、にゃにゃがちょっと盛ってます。最近でもまだ中東とかあっちの方とかではスカイプは人気らしいんですよね。日本だとね、スカイプもほぼほぼ使う人いなくなっちゃったでしょ。 LINE とか LINE や WhatsApp っていうのにどんどん切り替わっちゃったから、向こうの中東とかね、ヨーロッパの方ではまだスカイプを使う人が多いらしいんですけど、スカイプなんか使いにくいなって私はね、今時の LINE とか知っちゃうとそういう感じがするんだけど、同じなのかな、スカイプも。最近の LINE はまだメッセージが消えたりなんだりってあんまりないけど、 WhatsApp っていうのは今まで送ったメッセージを消せちゃったりするんですよ。なんかああいうのがね、結構いやらしい。LINE ってそういうのないですよね。もう警察とのやり取りとかでちゃんと写真を撮っとかないと警察は言ってないとかって言って、そんなの知らないとか言って、その自分のメッセージ消してくるんですよ。めちゃくちゃ怖いですよ。なんかそういうのやられると、消してきたと思って、ちょっとびっくりする行動をするんで、なんだっけ、写真パシッと撮っときますね。スクショ撮っといて、警察とのやり取りは LINE ってそうやって消したりなんだりって
なんかそういうグレーみたいなところってないですよね。ああいうのやる人を見ると、何この人ってすごい不思議な感じに思えるんですよね。なんか違和感っていうのかな、自分の中ではないやり方のことをやってくるなこいつらと思って、で言ってないとか知らないとかっていう話になるんで、もうめちゃくちゃ黒いなって感じなことをやってくるんで。あ、そういえばこの辺ね、道路今綺麗にしてるんですけど、なんかコメントで見たんだけど、今はねガラパン綺麗になっちゃったけど、ベビーカーとかであの辺を押すとガタ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 でひどいっていうコメントが結構多いのを見つけて、そういう感じだったんだなと思って、LINE も消せるよ、消去跡が残るけど、あ、そうなの？ LINE も消せるの？あ、そうなんだ。なんかそういうのの自分の中でそういうことを使うのがあんまりなかったから、なんかね、すごいこの人黒って黒いなこいつらっていう風に思うイメージしかなくて、あ、LINE も消せるんだ、知らなかった。知らなかった。あ、そういうもんなんだ。まるまるもりもりさん、消せる消せる。あ、そうなんだ。うねさんでもいろんなこと知ってるからね、本当に。うねさん若者だから、ちょっといろんなこと知ってるよね、本当にね。あ、そういえばね、歯医者さんに行ったんですよ。日本の歯医者ってどうなってる今。もう何年何十年10年以上行ってないから日本の歯医者さんわかんないんだけど、ちょっとびっくりしちゃったの。知らんかったとって。知らないよ、うねさん、知らなかった。そんな消すっていうことをしようとか思わなかったから分かんなかった。知らなかった。ねえ、歯医者さんのあれ、歯医者さん入れてなかったっけな。あ、これちょっと歯が歯が歯が歯ここね、虫歯って言われちゃったんだけど、これこれ見える？これあ、終わっちゃった。虫歯ってここ言われちゃったんだよね。あのこれ見える？これなんかね、歯一本だけ歯一本だけで一本だけっていうか、ここだけでレントゲンが取れるんですよ今。知らない？このどっかに移動するんじゃなくて、虫歯ありません、歯医者少女です。このね、ちょっと止まれって。止まんないのこれ。プロパティ止まんないか。止まんないね。こう今真ん中の歯が虫歯って言われちゃったんですよ。歯に詰めてあったものがポロンって落っこっちゃったから、それ埋めてもらいたくて歯医者さんに行ったんですけど、まず驚きだったのがこの
レントゲンを取るのにこの指一本入れただけでここのこの3本の歯だけどレントゲンが取れるんですよ。だから座ったままその治療台に座ったままこうレントゲンが取れちゃう。日本もそんなになってんのってサイパンが最新なわけないと思うんだけど、昔に日本で行った時はそこも結構新しい施設を入れてるとこだった。お友達のとこでこうねモニターとか全部目の前にもちろんあって、立ってるだけでガーってレントゲンが勝手に動いて口の中を全部撮影してくれるっていう最新っぽいとこだったんですけど、その時私はそう思ってたんですけど、今時は手をこう指で口の中に入れてそれだけでこう歯のレントゲンが取れちゃうっていうね。昔も今もわからない。うねさん、そっか、歯医者行ったことないんだ。すごいね。歯のね詰め物が取れちゃったから歯医者行ったら、そしてねまた驚いたのが、そんなと思ったんだけど抜かなきゃダメだって言われたの。そんな詰め物が取れちゃって多分2週間ぐらいしか経ってないんだけど、歯を抜かなきゃダメですって言われたの。いやいや抜くなんてありえないからって言って、サイパンの歯医者ってどこでも抜くよって言われたんだけど、私サイパンで歯医者に初めて行ったんですよ今回。ちょっとそのレントゲンは最新式なのに抜かなきゃダメだって言われたのがちょっとびっくりしちゃって、いやいやいやね、もうちょこっとここ虫歯なのに詰めてくれればいいじゃんって思ったんだけど、やだ抜くなんてやだ、みんな抜かれちゃうよってよく聞いてたんですよ昔。でうちのスタッフなんかも今日歯抜いたから仕事来れないとか、そんなよく歯抜くなと思ってたのね。この間も歯抜いたって言ってなかったっけっていう感じなぐらいだったの。そうしたら今回行ったら歯抜かなきゃダメですって言われて、みんな抜くなんて無理って今時サイパン方式ほんとね、抜こうとかやだ今時歯抜くってあんまり日本でないでしょ。治療して結構詰めて終わらせるとかかぶせて終わらせるっていうことが多いと思うんだけど、ちょっとねこれ抜いちゃうのと思って、ちょっとびっくりしちゃったんだけど、抜かないな、歯磨き楽になるってそういう問題じゃない。ダメこの年からさいくつもうね、だってもう永久歯なんだからさって、そういう問題じゃないんだけどさ、このね年から歯抜いてったらもっと他の歯もガタガタになっちゃうでしょ。そこに歯をバンってすぐインプラントかなんか入れない限り、そんなの無理と思って。で詰めるものが日本みたいにいろんなものがないらしいんだよね、サイパンって。そういうここは歯茎に近い、もう歯茎のところだから詰めるものがないんですよとか言われたんだけど、おいおい待てと思って、昔治療したところだって入れ歯なんかないよ。インプラントはあるけど
入れ歯ないね。いやいや、ほんとちょっと抜くってないだろうって思ったんだけど、ちょっとびっくりしました。虫歯ですねなんて言われて、虫歯と思って、虫歯なんて何十年も聞いたことないよと思って、ちょっとびっくりしちゃったんだけど、でも虫歯になっちゃったのかなって、この詰め物をしてたところが取れちゃって、2週間ぐらいほっといただけで虫歯になっちゃうものなのと思って、今歯茎が傷んじゃったから虫歯になっちゃったのかなとも思うんですけど、それを治療するにはいくらかかるのっつったら$1000ぐらいはかかるって言われて、と思って、どんだけかかんだよと思って、ちょっとびっくりしましたね。ちょっと我慢しますって、薬くださいって言って、よく歯医者の詰め物ってネイルのスカルプと似てるんですよ。虫だけ取れないのね。そう思うでしょ。そう普通はそう思うと思うんだよね。で、奥のとこだから、ここはね難しいんですよって言ってた。と思って、お客さんがずっと歯医者、うちによく来てたお客さん、毎年のように来てたお客さん、歯医者さんが多かったんですよね、うちの店で。日本帰ったらそこでやったりしてたんで、そんな難しいなんてこと聞いたことなかったから、ちょっと今回すごい初サイパン歯医者で、ちょっとびっくりだらけなんだけど、あんな指だけで撮れるレントゲンもなんかすごいびっくりしたの。あんなのあんだと思って、最新なのかなと思ったんだけど、抜かなきゃいけないってなぬって感じで、本当にってちょっとびっくりなんですけどね。このまま放っておくわけにもいかないしなとか、ちょっと今いろいろ考え中ですね。しょっちゅう歯磨いてます。だから怖くて、これ以上虫歯にならないように、1日にもう5、6回磨いてるかな、怖くて。歯磨きだらけ。もうね、抜かなきゃいけないなんてちょっとびっくりなんだけどね。日本って極力歯を残すように治療してくれるじゃないですか。まあうねさんわかんないか、歯医者さんないんだもんね、虫歯なしだもんね。だからね、日本って多分ね、歯をこう抜いたりしない治療をすると思うんですよ。ちょっとセンセーショナルっていうか、びっくり。まるまるさん、歯は残すね。歯残しますよね。抜くってありえないと思って。歯抜かれたのなんかもう何十年前に1本だけ歯抜いたことありますね。2本かな、1本かな。もう歯が入っちゃってるから、1本だか2本だか忘れちゃったけど、1本か2本抜いたことあると思うんですよ、昔。
けどよっぽどじゃなきゃ歯は抜かない治療今度歯医者に行ってみますね。行ってみて、どこの日本の行ってみて、クリーニングとかクリーニングとかで行ってみてください。歯医者行ったことないってすごいな。クリーニングとかにも行かないのかな。今あれがあるからね、すごい歯ブラシがあるから、クリーニングも行かなくて済んじゃったりするんだよね。まるまるもりもりさんじゃなければインプラント、インプラントだよね。インプラントもめちゃくちゃ痛かったからな。ぶっ飛ぶほど痛かった。根っこ入れるのに、根っこ入れて半年ぐらいその根っこが育つのを待つんですけど、あそこの桜クリニックの歯医者、なんだそれ、あそこの桜クリニックってあんの？知らない。桜クリニックサイパンにあんのかな、日本にあるのかなちょっとね、だからそのレントゲンには最新式なのかなっていう感じでびっくりしたけど、歯抜くって言われた途端にちょっといつの時代なんだよと思って、またそこでびっくりしたって感じ。何十年も住んでても歯医者は行ったこと、歯医者だけはね、いいことをあんまり聞いたことがなかったから行ったことなかったんだけど、日本よって日本なのね、うねさんね。行ったことなかったんだけど、ちょっと行って最新式な感じなのにもびっくりしたし、システムがあんな指だけでレントゲンが取れちゃうなんかすごいじゃないと思ったんだけど、そこに座ってるだけで、どっかレントゲン室とかにこう移動したりっていうのが普通だと前は思ってたから、日本に行った時に治療するとこでそこで取れちゃうんだから、ちょっとすごいなって思ったんだけどね。でも抜くって言われた瞬間にもう無理と思って帰ってきちゃいましたね。大丈夫ですって、抜きませんって言って、お子様からお年寄りまでって看板に書いてあったから一回行ってみてください。じゃあクリーニングとかね、一回行くとやみつきになるっていうね、気持ちいいから、歯がっていうかね、歯茎の間とかのなんか嫌な気持ちが優しそうだね。お子様からお年寄りまでならね、なんかそう言って書いてあるんだったら優しそうだね。一度行ってみて。うねさんの好きなタイプの歯科助手さんがいるかもしれないし、お尻しか興味ないんだもんね。でもね、うねさんね、これ絶対なるさん乗ってるな。今日だな、今日乗ってるね、絶対ね、なるさん。全然現れないもの、現れてこないもの。現れないもんね、全く。まるもりさん、なるさん、そう、なるさん絶
対乗ってるな。明日から雨で降ったらなるさんのせいだね。明日から行きたい歯科助手さんでしょ。でもお尻しかうねさん興味ないんでしょ。お尻あんまり見えないよ、歯医者さんだと。なるさん乗ってるな。これは朝方とかに着くのかな。9時9時10時ぐらいに乗ったとして10、11、12、1時には着いちゃうんだ。1時ってことは2時ぐらい。サイパン時間だと2時ぐらいに着くってことか。うわー、そんな夜中に着いて何にもすることないね。グアムに着いてデューティーフリーやってんのかな。デューティーフリーでお買い物しなって言ったけど、デューティーフリーやってんのかどうかも分かんないね、そんな時間に着いたら。それかもうグアムに着いて遊んでるか、どっちかだな。何便だか聞いてないし知らないんだけど、そこの辺は。今日だか明日だか明後日だか飛ぶはずだから。サイパンは朝7時着じゃないかと。8時かって。朝なの？朝着くの？サイパンに。でグアムに着いてるんじゃない？グアムに今日飛んだとしても、もうグアムあたりに着いてんじゃないかななんて思うんだけど、そんなことないのかな。昔はね、グアムとかサイパンに来るの成田から朝出発が多かったんだけどね、9時ぐらいに。もっと言えば朝と夜両方2便あったんだもんね、出発が。グアムからサイパンに来るのが朝なの。しんど。ちょっとしんどいですよね、朝早く。グアム発が朝7時だった。うわ、グアム発が朝7時なんだ。グアム島でだから今日の朝着いてれば、朝っていうか昼間着いてれば朝まで空港とかやだよね。朝まで空港やだね。でもグアムでは止まらないみたいな話をしてたから、トランジットだって言ってたと思うんだよね。トランジットだけだって言ってたと思うんで、どうかな。どうなんだろう。午前便と午後便、懐かしいよね。懐かしいって梅さんね、懐かしいよね。午前便と午後便、夜便があったんだよね。朝の便だともう日本にいる時はね、家をもう6時頃出ていかないと飛行機に間に合わなかったから、6時頃、5時半とか6時頃に家を出て、で高速飛ばして、で成田に着いて慌てて飛行機に乗るっていうのが大体そ
それだったんだけど、8時間グアムの空港は辛かった。うねさん、8時間グアム空港だったの？辛いね。私もね、だから最後に帰ってきた時6時間ぐらいグアム空港にいましたね。あれしんどかった。何していいのか分かんない。寝るに寝れない。ラウンジ入ったって寝るに寝れなかったし、なんか何していいか分かんなかった。何にもないし、ラウンジ以外何にもないわけだから。6時間ぐらいだったと思うんだよな、乗り継ぎに。変な時間しかないなと思って。しかも真夜中着いて朝ぐらいまでなんかグアムの空港にいなきゃなんなくって辛かった。ちょうどもう出ていくのにも不便な時間だったし、もう出てったところでグアムに出てったところで何もやってない時間だし、ラウンジ閉まってた。朝5時に着いたけどって、あらら朝5時に着いてラウンジ閉まってたんだ。それも辛いよね。ラウンジでだからおにぎりかなんか食べて、それで過ごしてた気がする。そんな時だったな。あれが最後。いやー、これ乗り継ぎの便なんて乗るもんじゃないなって思ったもんね。乗り継ぎなんか本当にしんどいって。開いた？あ、朝5時に開いたんだ。着いた時はやってなかったんだ。そんで朝5時に開いたんだ。朝5時に開いて出発までそこにいたんだ、ラウンジに。私もそうだったのかな。なんかこう通路のとこでも座ってた覚えがあるから、もしかしたらそういう感じかもしれない。もしかしたらそれかもしれない。朝5時になってラウンジが開いたのかもしれない。そんでおにぎり食べてラウンジで寝てたのかもしれない。そっちかな、もしかしたら。なんかグアムの空港の硬いねプラスチックの椅子にどうやって座ってていいのか分かんない状態になってたことが記憶にあるから、もしかしたらそれだ。朝5時になって開いてラウンジに入ったのかもしれない。いやね、もう本当にしんどかった。もう乗り継ぎなんか絶対嫌だと思った。坂の手前の左側のラウンジ、そう坂の手前のラウンジ、そう、左側の左側、左側って言えばいいのかな。そう、坂の手前でした、確か。そういう記憶がある。もう本当にしんどかった。乗り継ぎでなんてサイパンに来たことなかったから、ほぼね、それまでは直行便だけしか乗ってなかったからね。いやー、ほんとしんどかったな、あれ。なるさんがもし今グアムにいるとしたらしんどい状態の中にいるかもしれないね。
じゃなきゃまだ飛行機の中か10、11、12、1時ぐらい、日本時間で1時か2時ぐらいに着くってことだもんね。サイパン時間で12時か1時か。もう1時だからそろそろ着いてるかもしれないね。わかんない。トイレが一番まったりできた。トイレが一番まったりできた。なんかその気持ちわかる気がするな。その気持ちわかる気がする。本当に。いや、本当にしんどいもん。本当にしんどかったんで、ちょっとね、そろそろだね。なるさん着くの？もし今日の飛行機に、夜の飛行機に乗ってるとすれば、そろそろ着くよね。でももうぐったりしてるだろうね。で、朝サイパンに着いた時には、でも朝着いて、だから結局今の時間に飛んでくるっていうことは、ほぼほぼ寝ないで明日一日過ごさなきゃなんないってことだよね。うわー、これ年取ってる人には辛いよね。若者はまだいいかもしれないけど、あ、どうして消えた？全部？びっくりした。そうなんです、そうなんです。うねさん一人でやってる。そうなんですの相手がいないから。そうなんです、そうなんです。一人でやってるね。一人でやってる。一人でやってるね。ちょっと寂しいね、なるさんいないとね。で他の YouTube チャンネルっていうのを見てみましたよ。見てみた。みんな上手に作ってるから。うねさん来ない来ない来ないね、来ないね。多分飛行機の中かな。見てみたよ。そういえばなんだっけ、小太郎さん寝ちゃった。もう小太郎さん寝てるね。もうね、またも寝てるかな。なんだっけあれ、誰だっけな。オーラくん、それいけオーラくんだっけ。見ました。すごいね、ああやってみんなちゃんと作ってるよね。寂しいじゃんね。寂しいね、うねさんね。なるさん来てくれないとね。なるさんいないとね、寂しいね。でも他の方も見てくれてるから寂しいじゃんね、本当にね。だからみんな結構ちゃんと作ってて、さすがね。なんだって、それいけオーラくん。まるまるもりもりさん、7する。7するってわからない。7はわかんないよ。最近のこと。7わかんない。7わかる？わかんない。それいけオーラくん見てみたよ。まあローカルの
ね、日本人なんかからは賛否両論あるみたいだけど、なんであの人が公式なのっていうのもあるみたいだけど、まあ、ちゃんとね作ってっていうか、あの見てる人がやっぱいっぱいいるよね、さすが公式で。うちなんか再生数さちょろちょろしか上がんないけどちょろちょろしか見られないけど、さすがね公式だけあって見てる人がいっぱいいるんだなと思った。あとね、サイパンって検索するとツーリストの人のページが出てきてたね、いっぱい。亡くなったサイパンとかそういうことの方が多かった気がする。だから新婚旅行で栄えたサイパンとかさ、そういうことが多かった。7するって何なんだろう、まるまる森さん。ちょっとごめん、意味がわかんない。ごめんなさい。奥さんのつて、奥さんのつて、皆さん奥さんのつて、奥さんのつて、奥さんなんかやってるの？全くわかんない。まるまるもりもりさん、何すればよい？何すればよい？どれだ？まるさん何するじゃない？ああ、ならするじゃなくて何するか。そっかそっか、なるほどなるほど。そういうこと？もしかしてもしかしてそういうこと？7するじゃなくて何する？何するだった？もしかして。そういうことかな、もしかして。そうそう。ね、どれ？うねさんの寂しいじゃんに反応したのかな。それいけオーラくんかな。どれに奥さんのつてじゃないな、その前だから。寂しいじゃんに、うねさんが「そうなんです」って入れると、なんだっけ、ど忘れしちゃった名前。なんだっけ、なんだっけ、誰だっけ。ごめんなさい。ちょっとここ切り取りたいよね。忘れちゃった。なんで、なるさんね。なるさんがいつもうねさんと一緒になってそうなんですそうなんですって繰り返すの、みんな同じことを。それが来なかったからうねさんがちょっと寂しいんですね。うねさん。そうねさん、そうだからここ切り取んなきゃ怒られちゃうよ、本当に。なるさん、そうなるさん、うねさん、なるさんです、なるさん。いやー、やばいね、本当にスカンって抜けちゃった、今名前が。やばい、本当に。本当ダメでしょこれ。ほんとまずい。ここ切り取ってなるさんに見せないようにしないとやばい。それやばってまるまるもりもりさん、ゆっくり言わないと口が回んないわ、本当に。まるもりさんとかにしてくれるとありがたいななんて思ったりします。本当にね、そろそろついてるかな。俺と同じ何
だって。あ、何それ、あだ、何それ、俺と同じ ADHD 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 何 ADHD なんだっけ。俺の ADHD 何 ADHD だっけ。なんかすっ飛んだぞ私。ググれググれ。今ね携帯ないんだよ。うちの部屋ねパソコンしか電気がついてない状態でいるからね、暗いの。だからね、多分向こうに置いてきたから、また向こうに行った時に呼んであげないと出てこない。あっちに行った時にポッと置いてきちゃったんだと思うんだよね。ググんなきゃダメだね。あ、これパソコンでさっきこのページをもし消えちゃっても立ち上げられることが分かったから、ここでくぐればいいんじゃん。ここでぐればいいってことでしょ。ちょっと待ってやばい。あ、やばいもうね、うちの部屋はね真っ暗にしてね過ごしてるからね。電気つけないからね。パソコンしか今ついてない状態。あ、ちょっとやめてよ。どういう意味。今ググったけど、多動性不注意、落ち着きのない未来さん、もうやめてそういうのやめて。読むのもやだそれ。ダメねさん。落ち着きのない不注意、発達障害の一つだって。へえ、そうなんだ。私ね多分ね発達障害あるよ。なんかね、注意欠如の多動性、そういうんじゃないな私な。注意欠如っていうより精神疾患であるってこれ書いてあるけど、うねさんこれでよい。あのね、アダルトチルデレンっていうところは絶対あるね。あ、忘れっぽいとか地方症じゃないのそれ地方じゃない、地方。アダルトチルドレンだよね。子供とかいないからそういう気持ちがわからないっていうのがあるよね、きっと。絶対にいつまでも子供みたいなさ、そういうなんかもう子供とかいう年じゃないけどさ、もちろんでもそういう感じがあるんだよね。成長してないの。忘れっぽいのはもうどうにもならないね。本当にはって真っ白になっちゃうんだよね。で過去の記憶は
鍵とか財布とか行方不明になるなあ。ほんとね、鍵とかにGoogle の機能をつけたいよね。呼んだら出てくる。で鍵はもうね、同じとこにしか、この間の強盗から特にもうから離しておかないようにしてる。もう必ずこっちっていうところに置くようにしてる。前は玄関から入ってきたらすぐポンって置いてたんだけど、鍵とかそれをやめた。持ってかれちゃったから。持ってかれてほんと鍵全部交換しなきゃなんなくなっちゃって、もうえらい目にあったからね。ほんとね、ああいうの本気で困るよね。だからね、鍵は朝車の鍵開いてるしうでさん、朝車の鍵開いてるの？車の鍵は開いてんの？車の鍵って開けっぱなしにしといてもさ、パタッと閉まっちゃわない？パシャって鍵閉まっちゃうでしょ、勝手に。私の車は勝手に鍵閉まっちゃってるから、インロックとかやったことあるよね、それで。勝手に鍵が閉まっちゃうから、車の中に鍵を置いてきちゃって、あっって思って取ろうと思ったらインロックっていうことあるよね。ほんとああいうの困るわ。そろそろなるさん着いたかな。なんかこっちがワクワクしちゃうんだけどね。グアムに着いたかなだけどね、サイパンじゃないけど。車によるか。車によるよね。それはそうだね。こっちがワクワクしてくるよね。なんかね、そろそろグアムに着いたかなとかさ、そういうの考えると、なんか毎日お話ししてる人がそういう感じだと、買い物カーは離れると閉まる。あ、買い物カーは離れると閉まるんだ。お出かけの車は閉まんないんだ。わしの車は閉まらないんだ。2台閉まらない。2台も3台もあるんだ。俺のも閉まる。俺のも閉まる。小さい車は閉まっちゃうんだよね、確か。ちっちゃいし。私のはマトリックスとかそういう感じのちっちゃいのなんだけど、そういうのは閉まっちゃうのね。四駆とかの前私が乗ってたフォーランナーとかは閉まんなかったから、大きいのは閉まんないんじゃないかな。俺の小さい俺と小さいそれなんか俺の小さいってなんか違う感じにも取れるけど、丸森さん、今日はゆっくりですね。起きてるんですね、今日は。みんなほぼほぼ寝ちゃった感じだと思うけど。
誰だっけ、あ、なるさん、なるさんの、なんでなるさんのあれをすぐ忘れるようになってるの今日。忘れっぽさやばい。俺も小さい。でさ、わしじゃなくなったの。わしじゃなくなったの。本当に。買い物車とかね、みんなね小さいの乗ったりしてるよね。俺の小さいとか、俺も小さいとか、なんか違うページになっちゃうからちゃんとしてください。ちゃんとしてくださいっていうのも変か。車の話してたんだっけ。何の話してたの。車の話してたんだ。そうだ、車の話してたんだよね。そろそろでもなるさんが着く頃かななんて。一番近くにいる人を忘れるなんてね。名前がいきなりパッて出てこなくなっちゃって、ちょっとびっくりなんだけど、私自分でちょっと悲しいよね。もう後半切り取らないとダメだね。アーカイブに残せれないよね。なるさんが見たらちょっと怒るよね。ショック受ける。普通にちょっと。なるさん男だったらどうしようか。でもそんなのないよね多分ね。女の子だよね。わかんないもんね。でもね、うねさんがもしかしたら女性かもしれないし、そういうのだけは本当にわからないところだからね、インターネットの世界。本当にちょっとワクワクしますね。どんな女の子たちなのか。名前がいきなり出てこないっていうのはちょっとやばいよねこれね。本当にね。最近はこう喋ってるから、口を動かすようにしてるから、口はちょっとずつ戻りつつ戻ってないな。なんか喋ってて戻ってないな。戻りつつあると思われるんだけど、私って姉さん、そう私って姉さんも分かんないよね。女性だったりしたらぶっ飛んじゃう。ね、分かんないよね。ネットの世界は本当に分かんないよね。丸森さん、僕もっていきなり僕になっちゃったの。僕もになっちゃったの。いきなり僕になっちゃったね。いやそろそろなるさんも着く頃だと思いますが、そろそろね、何時今1時半。あ、なんかなるさんが来るときドル円今日下がってるよね。サブの彼女だったり、すごいね。そんなことが起きてたらね、もしかして本当は知っている人で、そう私が知ってるんじゃなくてね、サイパンめちゃくちゃリピーターでサムの彼女だったりしてびっくりしちゃうよね。そんなね、驚いちゃう。そんなんだったらね。サム君はなんだっけ。サム君はバングラの人なんだよね。サム君のサングラス取った顔見たことないからな。まだ2回ぐらいしか会ってないし、今のとこね、今日もねしゅうちゃんを探せってやってきたんだけど、
タクシー自体見かけなかったね今日ね。止まってるタクシーもいない。サムくんじゃない、しゅうちゃんを探せをやってみたんだけど何もいなかったね。結構ね暗くなるまでガラパンにいたんだけど全然見かけなかったな、そんなわけで今日もお付き合いありがとうございました。サムの素顔あるよ本当見たいよねうねさんはそりゃ見たことあるよね、もちろんね。時計を差し上げちゃう仲だもんね。そんなわけで今日も、長い間お付き合いありがとうございました。うねさん、まるまるもりもりさんをなるさんが今日いない、こたろうさん、ナバルさんありがとうございました。今日はね、こたろうさん一番乗りしてくれてね、コメントも今日くれたりして、本当に写真あるじゃあ私に送っといてください後で見させてもらいます、ね、本当にありがとうございます。こうみんなが来てくれるとね、こんなチャンネルでもやりがいがありますということで、今日もありがとうございました。なんだっけいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんありがとう。それではもりもりさんもありがとうございます。それではおやすみなさい。失礼します。